皆さんこんにちは。今回はシェイプレイヤーについて解説していきます。 AE でシェイプレイヤーを作成するにはこのシェイプツールかペンツールを使用します。まずシェイプレイヤーとは何なのでしょうか。シェイプレイヤーとは複数のポイントを結んだパス情報から線や塗りによって描画されたグラフィックです。シェイプレイヤーの基本情報としてアフターエフェクツではシェイプレイヤー、テキストレイヤー、マスクパスはベクターレイヤーとして使用できます。これらは解像度に依存しないのでサイズを変更しても劣化しません。そしてシェイプレイヤーは AE 内で直接生成され使用される内部生成レイヤーです。なので作成したシェイプレイヤーはプロジェクトパネルには格納されません。内部生成レイヤーの利点は外部ファイルのインポートやリンクを管理する手間が省けるためプロジェクトが軽量で扱いやすいです。今回の動画ではシェイプレイヤーのルールや扱い方を詳しく解説していきます。シェイプレイヤーを作成するには何も選択していない状態でシェイプツールを使うかペンツールを使用します。この2つのツールはパスを作成するツールです。例えばこのように画像レイヤーを配置して選択した状態でシェイプツールを使えばマスクパスを作成します。そして既存のシェイプレイヤーを選択していた場合はそこにパスを追加します。選択したシェイプレイヤー内に長方形のパスが追加されました。それでは新規でシェイプレイヤーを作成したい場合はツールを使用する前に F2 を押すことを習慣づけましょう。 F2 はレイヤーの選択を解除できます。このシェイプは削除します。シェイプツールはこの5種類。長方形ツールを使って正方形のシェイプレイヤーを作成してみましょう。コンポジションパネルで左クリックをドラッグして作成します。シフトを押しながらだと正方形が描けます。ここにコントロールを加えるとクリックした箇所を中心に正方形が描けます。これで正方形のシェイプレイヤーが新規で作成されました。パラメーターを展開してみましょう。シェイプレイヤーを新規で作成した場合初期状態はパス情報と線と塗りが設定されます。そしてレイヤー全体のトランスフォームとは別にパスごとにトランスフォームも作成されています。今やったようにシェイプレイヤーをシェイプツールでドラッグして作成するとパス内のトランスフォームに位置が記録されます。コントロールプラスオルトプラスホームボタンでアンカーポイントを中心に動かします。するとレイヤーのアンカーポイントと位置に数値が入ります。このシェイプの作成の仕方だとシェイプツールで作成した時はシェイプ内の数値に値が記録されアンカーポイントを中心にした時はレイヤー全体の数値に値が記録されます。つまり二重に位置がコントロールされていることになりシェイプを作成した時点ですでに数値が乱雑になってしまいます。これではこの後の作業に支障が出る可能性があります。なのでシェイプレイヤーを作成するときはシェイプツールで種類を選んだ上でシェイプツールアイコンをダブルクリックしてください。すると画面いっぱいにその図形を作成します。アンカーポイントも中心にあります。シェイプレイヤーのパラメーターを展開します。サイズ X を1080にして正方形にします。トランスフォームを展開してみましょう。アンカーポイントと位置の値に注目してください。パラメーターが初期値の状態で作成されています。作成時に変な数値が入るのを回避できます。この状態でレイヤーのスケールを調整してレイヤーの位置をコントロールしましょう。数値が整理されていないと混乱のもとになるのでシェイプレイヤーはなるべくダブルクリックで作成するようにしましょう。先ほど長方形パスのサイズを編集しましたがパスのこの状態をパラメトリックシェイプパスといってパス専用のパラメータを数値で編集できます。長方形パスではこの3つサイズ、位置、角丸の半径でパスをコントロールできます。他のシェイプツールのパラメーターがこちらです。ツールの種類によって調整できる項目が違います。例えば三角形を作成するには多角形ツールの頂点の数を3にすれば作成できます。パラメーターにはストップウォッチがあるので全てにアニメーションをつけることができます。パス名で右クリック、ベジェパスに変換を押します。すると長方形パスがパスという名前に変わりました。この状態をベジェシェイプパスと呼びます。これでパス専用のパラメーターはなくなりただのパス情報になります。パスを選択します。これでコンポジションパネルでパスを編集できます。このように選択ツールでパスのポイントを選択して動かすこともできます。
他にもパスを選択してコントロールプラス T で自由変形が可能です。サイズを変更したり回転したりもできます。さらにペンツールに持ち替えればポイントを増やしたりパスのカーブを編集できます。要するにベジェシェイプパスにすると Photoshop やイラストレーターのパスのように自由にパスが編集できるようになります。そしてストップウォッチを使えばアニメーションさせることもできます。キーフレームを打って今の状態のパスを記録します。インジケーターをずらしてパスの形を変えてみましょう。すると変更後のパスの形がキーフレームとして記録されました。 AE ではキーフレーム間を保管してくれるのでこのような図形が変形するアニメーションが作成できます。ベジェシェイプパスの方が自由度が高いので変換して使うことが多いですが、一度パラメトリックシェイプパスからベジェシェイプパスに変換すると元には戻せません。ちなみにシェイプレイヤーを作成するときにオルトを押しながら作成すると初めからベジェシェイプパスで作成できます。一度すべて削除します。それではシェイプレイヤーのパスの結合について解説します。シェイプツールを楕円形ツールにしてダブルクリックで画面いっぱいの楕円を作成します。パラメトリックシェイプパスです。楕円のパラメーターはサイズと位置のみです。サイズ XY を540にして1000円にします。線は非表示にしておきます。パスの位置を200ピクセル上にずらします。この楕円形をコントロールプラス D で複製して200ピクセルずつずらして3つ円を重ねます。3つのパスを作成しました。ここでシェイプレイヤー内のレイヤーの階層について理解を深めましょう。楕円形1が上の円、楕円形2が右下の円、楕円形3が左下の円です。この楕円形1とはレイヤーのグループです。Photoshop と同じでコントロールプラス G を押せばグループ化でき、コントロールプラスシフトプラス G でグループ解除できます。パスや塗りなどはドラッグすれば別のグループ内に移動できます。グループの名前はエンターを押せば名前を変更できます。順番に A、B、C と名前を変更しましょう。A を赤、B を青、C を緑にそれぞれ塗りの色を変更します。このようにレイヤーは上にあるものほど手前に表示されます。追加からさまざまな便利ツールを追加できます。ここにパスの結合を追加してみましょう。今 C を選択していたのでそのグループの中に追加されました。これをドラッグで上の階層に出します。パスの結合を開くと5つのモードが選択できます。このようにパスの結合はパス同士の合成をすることができます。追加は足し算でパス同士を合体させます。型抜きは引き算で A を B で削ります。交差は重なった部分だけを抽出します。中窓は重なった部分を窓のように穴を開けます。一旦パスの結合を非表示にしてレイヤーの順番を入れ替えます。シェイプレイヤー内のパスの操作は上から順番に実行されます。これを意識して見ていきましょう。 A を一番上に移動します。 A が初めに描画されました。そしてその下に B を配置します。B が次に描画されました。今は C は邪魔なので非表示にします。では B の下にパスの結合を配置します。パスの結合をオンにして型抜きを選択します。これで型抜きが行われましたが塗りがないのでどうなっているか分かりません。では次に塗りを追加します。塗りの色を紫にします。シェイプレイヤー内のパスの操作は上から順番に実行なので A と B の後にパスを結合を配置したので A と B に対して型抜きが行われます。型抜きなので A-B でこの形ができています。 A と B を入れ替えれば結果が変わります。そしてパスの結合が行われた後に紫の塗りが実行されているというイメージです。ここにパスの結合をもう一つ作ります。円 C の下に配置します。そしてモードを交差にします。 A-B で型抜きしてできたパスと C のパスを結合します。交差はパスの交差部分を有効にするのでこのようなグラフィックとなっています。ではもう一つ追加してみましょう。パンク、膨張を追加します。
パンク、膨張を外に出します。レイヤー内が見にくいので展開しているパラメータを閉じます。A とパンク、膨張以外非表示にします。ペン A の下に配置しましょう。パンク、膨張はこのようにシェイプを変形することができます。ペン B を表示。型抜きをオンにします。それでは紫の塗りをオンにしてみましょう。上から順番ですので、ペン A をパンク、膨張させたものをペン B で型抜きしているということですね。パンク、膨張は非表示にします。先ほどの交差までをすべてオンにして、パンク、膨張を一番下に移動します。パンク、膨張をオンにしてみましょう。この位置に移動すると、すべての計算を終えたこの範囲に対して、パンク、膨張をかけることになるので、このようになります。これでシェイプレイヤーのルールが分かってきたと思います。このようにシェイプレイヤー内のパスの操作は上から順番に実行されます。今回はパスの結合で説明しましたが、それぞれのコマンドの配置する順番が重要になるのが分かっていただけたと思います。ではシェイプツールを使ってシェイプレイヤーを作成してきましたが、ペンツールも使ってみましょう。このペンツールも同じでパスを描くツールなので、画像を選択した状態ではマスクになります。シェイプツールを選択した状態ではそこにパスを追加します。選択したシェイプレイヤー内にパスが追加されました。新規でシェイプレイヤーを作成する場合、やはり F2 を押して何も選択していない状態にします。ここまで作業したレイヤーは邪魔なので非表示にします。コンポジションパネルを左クリックでパスを描いていきます。ドラッグするとハンドルを伸ばして曲線を描くことができます。イラストレーターやフォトショップのペンツールと同じです。ハンドルを操作してみましょう。ポイントにカーソルを当てると選択ツールとなり、左クリックをドラッグでポイントを動かせます。ハンドルもカーソルを当てれば選択ツールになるので、左クリックドラッグで動かせます。ハンドルを動かすことでパスのカーブを調整できます。オルトを押しながらハンドルを動かすことで片側のハンドルだけを調整することができます。選択ツールに切り替えて、ポイントをすべて選択してパスを中心に配置します。できたシェイプレイヤーの中身を見てみましょう。ベジェシェイプパスが作成されています。やはり初期状態では線と塗りが作成されています。塗りをオフにします。線だけになりました。ここに追加からパスのトリミングを追加します。パスのトリミングは線が伸びるアニメーションを作ることができます。このように終了点と開始点で線伸びができます。パスには開始点が存在します。この二重になって表示されているポイントが開始点です。終了点を動かせば分かりますが、今パスにこのような順番がついているイメージです。パスの横の矢印ボタンを切り替えれば、パスの方向を反転できます。反対回りの順番になるイメージです。元に戻して、この開始点を変えたい場合はポイント上で右クリック、マスクとシェイプのパスを選択して、最初の頂点を設定をクリックします。すると開始点が選択したポイントになります。ではこのパスのトリミングを使って矢印を伸ばすアニメーションを作成します。このクローズパスを途中で切ってオープンパスにします。シェイプレイヤーは点をデリートで削除してもオープンパスになりません。切り離したいポイント2つを選択して右クリックでマスクとシェイプのパスでクローズパスのチェックを外します。切り離せました。では矢印の先端の三角を作ります。 F2 を押してレイヤーの選択を解除した上でシェイプツールを多角形ツールに切り替えます。多角形ツールをダブルクリックで新規でシェイプレイヤーを作成します。線をオフにし、頂点の数を3にして三角形にします。右クリックでベジェパスに変換してパスのポイントを選択してキーボードの矢印の下キーで先端を潰します。アンカーポイントを少し動かしておきます。この三角形の形は私の好みです。ではこの線のパス上を三角形に動いてもらいたいので、パスをコピーして三角形のレイヤーの位置にペーストします。すると三角形がコピーしたパス上を動くようになります。パスをコピーしてその位置情報をモーションパスとしてペーストしたということです。AE ではこのようにパスを位置にペーストすることでモーションパスとして使うことができます。三角のスケールを小さくします。
最後のキーフレームをドラッグしてアニメーションの尺を調整します。このままでは三角形が上を向いたままなので、三角形のシェイプレイヤーを右クリックします。トランスフォーム、自動方向、パスに沿って方向を設定にします。すると三角形がパスの向きに応じて回転してくれるようになります。それでは三角形のスケールを 12% にして線幅で線の太さを調整します。回転で前を向くようにします。線の色を赤色にします。この三角形の動きに合わせてパスのトリミングで線伸びさせましょう。インジケーターを0フレームに合わせます。終了点を 0% にしてキーフレームを打ちます。三角のアニメーションが終わるタイミングで終了点を 100% にします。キーフレームをすべて選択して F9 でイーズをかけます。再生します。これで矢印の線伸びのアニメーションができました。いかがだったでしょうか。今回はシェイプレイヤーについての基本について解説しました。シェイプレイヤーについては一つの動画では解説しきれないので、いくつかの動画に分けて解説していきたいと思います。次はここで学んだ基礎を生かして複雑なシェイプレイヤー素材を作成してみましょう。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。